皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はちょっとした小ネタと、あとは余談のコーナーの2本立てになります。まず、話題について言えば、お隣の国では徴兵制が取られています。その徴兵制にまつわる小ネタ、そして余談のコーナーにおいては、カッパ園長さんが活動再開されているので、そのことについて少しだけ触れていきましょう。それではまずは、徴兵制にまつわるニュース、一体どのようなものがあるのか少し見ていきましょう。それでは記事をお聞きください。レコードチャイナより、感謝の印が日本産？警国兵務庁の兵士への贈り物が物議。2019年10月29日、警国 MBN によると、警国の地方兵務庁が兵役を志願した海外永住者に感謝の印として、日本産の食器を送っていたことが判明し、物議を醸している。記事によると、海外の永住権を持っている警国人には兵役義務がないが、それにもかかわらず、警国の兵役を志願した兵士は2004年の38人から昨年には685人へと大幅に増えた。兵務庁は感謝の意を込めて賞状と贈り物を贈呈しているというが、今回問題になっているのは、全羅北道地方兵務庁が最近送った陶磁器セット。箱には日本語とともにメイドインジャパンとの文字が書かれていたという。記事は軍隊に自ら志願して入隊し、国籍を守ろうとする兵士に対し、兵務庁が日本製品を与えたと説明している。さらに、陶磁器セットの購入時期は、日本の輸出規制強化措置を受け、警国で日本製品不買運動が始まった今年7月であったという。関係者は当初、日本製とは知らなかったと主張していたが、後に、警国の陶磁器は高いため日本製になったと説明した。なお、同庁は、兵役履行者に意味のある贈り物に買い替えると話したという。日本においてこの徴兵制についてお話をするとき必ず、それは軍国主義の象徴だよというふうにして説明される方もいますが、ではお隣の国が取っているこの徴兵制について同じようにして私が、例えば、警国では徴兵制が取られている、なんて主義な国なんだ、なんていう発言をしたら、私の場合はそれはヘイトだというふうに認定されてしまうでしょう。日本国内において徴兵制の問題についてお話をすると、必ずのようにそれは軍国主義の象徴だというわけですが、ではお隣の国の取っている徴兵制について、それは軍国主義だというふうに呼ぶと、それはヘイトとして呼ばれるというのは非常に不合理な話です。彼らにとっては、日本における徴兵制は軍国主義であり、そして警国における徴兵制は良い徴兵制だというふうにして二重基準が設けられているというのは非常に不可解な話です。さて、今回のニュースはそういった話ではなく、お隣の国におけるちょっと支離滅裂な場面を見ることができました。警国ではボイコットジャパン運動というものが行われています。その運動それ自体は下火になってきていると言われていますが、このニュースにおけるこの兵役についた人たちへの贈呈品というものが行われたのが、兵役についた人たちに贈られる賞状や贈呈品について言えば、この運動が一番盛んだったと言われる時期に渡されたというのが一つ問題になっています。よくぞ国のために兵役についてくれた。しかも君たちは海外永住権があるために義務ではない。それにもかかわらず、このような兵役についてくれたことは非常に喜ばしいことだということで、賞状を送り、そして記念品のような贈呈品を送ったわけですが、君たちに送るのは日本製品だというわけですから、これはちょっとしたお笑い話になったというわけです。ムン・ジェイン大統領が日本のことを盗っ人武田しいと呼び、そしてプサンやソウルにおいては日本製品をボイコットするそのための行政の中で条例案まで出されました。日本企業を戦犯企業と呼び、その戦犯企業からの物品購入をやめるよう努力する。そのような条例が通った、その一方で、兵役についた兵士たちに、あなたたちには素晴らしいと言って日本製品を送っているのですから、これが面白いなというふうにしてネタとして報道されるわけです。そもそも政治的な問題をいわゆる民間企業の製品に当てはめて、あの国の製品は買っちゃいけないよなどということは非常に無理があります。その無理を通してしまうからこのような不合理なことが起こってしまうというわけです。そろそろ政治は政治、経済は経済で別に考えるぐらいの合理主義な考え方はできないものなんでしょうかね。皆さんはこのニュースについてどう思われるでしょうか。さて、ニュースについては最初にこれは小ネタですよというお話をしたので、この後はもう余談のコーナーになります。今回取り上げる余談は2つ。まず1つ目はカッパ園長さんについて、そして2つ目はこのチャンネルの登録者数についてです。
まず一つ目、カッパ園長さんについて。カッパ園長さんが昨日活動を再開しました。私の動画のコメントにも、カッパ園長さんが動画の中で感謝の言葉を述べているよという話があったので見に行きました。動画の中でカッパ園長さんは私や三千院心さん、そして令和からの衝撃の方について取り上げてくれていました。確かにインターネット上において、ある一人の方に対して別の方が、あの人はこういうことを言っているよという動画を上げるというのは、なかなか珍しい光景ではないかなと私も思います。例えばトップ YouTuber の方たちの間では、そのようなことが行われているという場面はあるわけですが、それは例えばコラボ動画を作るためであったり、もしくは柴田さんのような誰々について文句を言おう的なもの、そういった再生数を稼ぐ目的の動画というのはあるのですが、誰々さんに起こった出来事について、もうこういった問題については問題提起しなければといったような形での取り上げ方というのは確かに珍しい光景だったと思います。ただ、この問題はカッパ園長さんの身に起きたことではありますが、同時に警告の話題を取り扱う人にとっておそらくは全般の問題になると思います。なぜあの国に対する問題提起をするのが、それがヘイトに当たるのか、もしくは広告主に対してこの動画は推薦できないというような判断基準があるのかといったところはどうしても納得できないものです。それこそ経済と政治的な問題については分けて考えるべきです。この動画を視聴している皆さんが広告を見せる相手としてふさわしくないなどということは決してないはずです。同じ日本人として日本の製品を買うということに対して全く躊躇のない人だと言えます。そのような人たちに日本製品のプロモーションをかけるというのであれば、それは全く問題のない話だと思います。そこに問題があるとすれば、例えばサムスンのギャラクシーについてのコマーシャルを流す相手としては、あなたのようなチャンネルはふさわしくないと言われるのであれば、それは仕方ないかなとはちょっとは思います。そういった意味においては Google が本来すべきなのは、この人たちに対してサムスンの携帯を進めてもしょうがないなと思うのであれば、もっと日本の製品についてプロモーションをかけるような広告をすればいいだけだと私は思っています。ただこの YouTube の広告の付け方っていうのもかなり疑問で、例えば私が YouTube の動画を見ていると非常に多くの大学に入らないか的なコマーシャルが流れます。私に大学のコマーシャルを見せて、私に大学でも行ってこいっていう、ちょっとした皮肉を聞かせているのかなっていう風にすら思います。それはそれとして、カッパ園長さんが活動を再開されて、ある程度のコラボ的な、もしくは警告の話題について取り扱うチャンネルの連帯といったものが何かできないかなという話をされていました。カッパ園長さんがしているライブのところに私がスカイプで入って声だけで出演するといったようなことであれば可能なんじゃないかなと思います。それこそ私が何かやってみた系の芸人で、じゃあ一緒にもうスパゲティの OV 動画でも撮ってみるかみたいな話だったらすごくやりやすいんですが、お話をするという意味においてはスカイプでの共演というようなものでしかちょっと難しいかなと思います。しかし連帯するという意味においては、例えば動画説明欄の中にこの人のチャンネルはおすすめですよというものを文字でそれぞれリンクを貼るような形での昔ながらの相互リンクというような形であれば、ゆるい形ではありますが、連帯は可能なのかなっていうふうに思ったりもします。そして余談の2つ目は、チャンネル登録者についてです。昨日、このチャンネルの登録者数が4万人を突破しました。登録してくださった皆様、ありがとうございます。私はそもそも欠陥の多い人間です。例えば、漢字の読み間違いなどはたびたびしています。それこそ甘噛みしている場面というものはたびたびあります。例えば警告について言おうとしても、あの国についての表現どうしようかなと迷う場面も何回もあったりして、その度にどもったりなんかすることもあるわけです。また知識の量から言っても見ている人の方がはるかに深い造形を持っているということがよくあります。例えば皇室について私が語ろうとしても、いやいや上川さんあなたは全然分かってないよ。そのことについてはこうなんだよというふうに書き込みがあって、そういう具合にして理解を深めるという場面も何度かもありました。また同じようにして警告のことについて、いや私はもう30年以上あの国については見てきたんだよ。上川さんその知識じゃ甘いな。こういった説明が必要なんだよというようなコメントを見ることもあります。そのようなご教示があって、なるほどそういうことかという具合にして私自身もアップデートすることが何度もあります。見ている人たちに比べて私の方が知識が低いということもたびたび起こる場面です。その度に皆さんからの指摘があって、それに合わせて私もバージョンアップしていければいいなというふうに思っていますが、見ている人の中にはその程度の知識でこのことについて語るなというような人もいるわけですが、その人については少々ご容赦くださいというふうがありません。
至らない点もたくさんあるかとは思いますが、私自身としては自分なりの努力と自分なりの精進、そして改善、改良を進めていくことによって、これからも活動を続けていこうと思っています。それでは皆さん、これからもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。